今回は人物の横顔を描いてみます。途中2つほど大事な点がありますので、最後までじっくり見てくださいね。まず、デッサンが取れました。首の形もしっかり使います。体を描いて、背景にちょっと調子を置いたら塗っています。さあ、日火の効果で絵の具の流れる力を利用して大胆に色を置きましょう。思い切って純色ですね。顔に置いた色を背景に少し置いて調和を取ります。だんだん色に深みが出たでしょう。これは帽子の部分ですね。ここも同じくまず単色でたっぷりの絵の具でフラット塗りです。今度はちょっと強い色を置いて少し影の声ですね。さあ、いよいよこれが最初のポイントです。日向と日陰を、これは顔の正面と側面に当たる部分ですけども、はっきりと描き分けるということです。躊躇なくやってみましょう。顔の前面、ここは暗い色ですよね。ここを強く塗ることで、逆に顔の側面がはっきり分かれて出てきます。まだまだこんな単純な色の描き方ですよ。決して細かく描き進まないようにしましょう。大きく顔の正面と側面を明るい日向と暗い日陰に塗り分けるだけです。どうですか？大きな立体が見えること。これが大事ですね。まだまだ決して細かく書き込まない。どんどん日陰の方には暗い色を出していきましょう。鼻の下には白い豊かなひげを蓄えたお年寄りですので、ここは髪の白を大切に残しておきます。さあ、今度は日向の顔の側面の方にちょっと調子を置きます。だんだん顔全体のシルエットが見えてきました。でもまだ大きいタッチですよね。筆使いも参考にしてくださいね。今、ひげを描いています。下から筆をすくい上げるようにしたりして描きましたね。まだまだ大きな表現のままですね。暗い色を置くときは怖がらずにドンと置きましょうね。顎の部分をだんだん暗くしてきます。そうすると顔全体のシルエットがはっきりしたでしょ？こんな感じですね。まだひげのあたりを白く残してます。だんだん白いひげが浮き立ってきましたね。顔の側面と首のあたりをちょっといじって、今度は帽子の方行ってみましょうか。大きなタッチですね。全体に暗く入れて、
うでしょう。だんだん立体がはっきりしてきました。ここは指先で引っかいたりしています。顔のシワを表現するためですね。今、ペインティングナイフでここを引っかいてます。これもお年寄りのシワを表現するために大変有効ですから、皆さんも試してみてください。お帽子の方を少し描いてみましょう。顔に負けない大きな立体です。さあ、いよいよ第2のポイントですね。今、目のあたりいじってます。でもあんまり目描いてないでしょ？よく人物の顔を描くと目を強く描きすぎてしまう方います。そうではなくって他の部分ですね。今髭のあたりを描き込んでます。こういう目以外の部分をたっぷり描くことでそのモデルの個性的な部分を際立たせてみましょう。目を描きすぎない。これが第2のポイントです。さあ、お洋服塗ってますね。これで一層顔のシルエットも見えるようになってきます。もう暗い色は一気ですね。一気塗りです。こちらもそうですね。いつもウェットインウェット、にじみの効果で塗ります。ツッ引いてみました。こんな線もいいでしょ？にじみをしたら形を決める強い線。ぜひあなたも抑揚をつけてやってみてくださいね。さあ、今度は背景をちょっといじってます。ここに白い雲が湧き立ってます。白い雲の間から青空がちょっと覗いてる。これですね。そういう表現です。厚く張っている雲の間から青空がちょっと覗いている。こんなドラマチックな展開です。一気書きですね。全部絵の具が乾かないうちの仕事です。水彩は乾きを待たない。濡れてるうちに描く。今もこうですよ。全部濡れた状態です。さあ、血の色を入れましたね。絵の具が滲んで流れてくる感じがよくわかるでしょ？さっき引っかいたところが絵の具が滲んで老人のシワのように見えるでしょ？また引っかいてますね。さあ、目の近くです。でも目は描きすぎなかったんですね。ここは用心したいところです。顔全体の表情でその人のキャラクターを表現するようにします。血の色を入れて、お洋服は顔とは対照的に思い切って単純化です。さあ、また背景ですね。こっちはちょっと青空を覗いてます。思いっきりにじみの効果ですよ。白く残したところが雲になります。あまり厳密に考えないようにしましょうね。生き生きと表現することがとても大切です。
遠くの雲ですね。さあ、だいぶ絵ができました。お洋服のところ、ちょっと複雑に描きすぎたところを整理して、こうですね。これで絵の仕上がりとなってきます。今回は人物の横顔を描いてみました。ポイントは、顔の正面と側面、ここを日向と日陰の明暗で描き分けること。そしてもう一つは、細部を描き込むときには目を描きすぎずに、その他の部分をじっくり描き込んで、モデルの個性をはっきりと出すことです。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。それではまた。